今日はいつものように科学的な研究データを紹介するんですけれども、後半で大切なお知らせがあるので、ぜひご覧いただければと思います。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今日はたまに紹介しているんですけれども、科学的な研究データをいくつか取り上げていきます。それと後半で大切なお知らせがありますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、瞑想に関する研究はいろいろと行われていますが、特に超越瞑想に関しては世界中で様々な研究が行われています。研究論文としてはすでに600件以上が発表されていて、超越瞑想に関する研究だけをまとめた書籍も販売されています。残念ながら日本語に翻訳はされていないんですけれども、興味のある方は直接ご覧いただければと思います。超越瞑想の特徴として科学的な研究が多く行われているということがあります。これは超越瞑想を世界に広めたマハリシ・マヘーシ・ヨーギーが積極的に科学的な研究をするように働きかけたことがきっかけです。超越瞑想はいいよって言っても客観的にどうなんだろうっていうことありますよね。様々な角度からいろいろな研究が行われていますが、若い方々にどのような影響があるのかという研究も多くありますので、最近は私の動画で取り上げることが増えてきました。では早速見ていきましょう。まずはこれです。道徳的成熟の促進ですね。このグラフを見るとなんとなく、超越瞑想を習うと道徳的になるんだって思いますよね。ただ道徳的って何だろうとも思います。道徳と聞くと清く正しく潔癖な感じで、人として誰からも非難されることなく尊敬されるような行動というイメージがあります。ただ世間一般を見渡してみると、教科書に出てくるような道徳的な人ってあまりいないような気もします。なんというか人情味があるというか、親切で優しい人はたくさんいます。というか私が知る限り全員です。でもそういう人たちが道徳的かというとケースバイケースですね。つい道徳的でないことをやってしまうという感じです。それと道徳的な人っていうとあんまり面白くない堅物というイメージもあるので、道徳的に良い人というのは褒め言葉にはならない気もします。さて、そういうことを踏まえて今回の研究データを見てみると、道徳的成熟の促進ということになっています。これは大学生に超越瞑想を教えたグループとそうではないグループの比較研究です。超越瞑想を学んだ大学生のグループは道徳的成熟度が高くなりました。おそらく大学生ぐらいですとまだ対人関係がうまくできない時期なのかもしれません。道徳というのは倫理的な判断や道徳的な責任、ルールを守ることなど社会に適応する能力のことだと思います。それなので超越瞑想を行うことで自分が明確になったり、周囲とのバランスが良くなっていくという研究結果になったのかもしれません。では次です。こちらです。これは学習障害の生徒の自己評価の向上です。これは POI 自己評価という尺度スコアによって測定されています。POI っていうのは Person of Interest の略で関心対象者という意味です。そういえば Person of Interest というテレビドラマがありますね。知っていますか？ Amazon プライムビデオか Unext で見れたと思います。とても面白かったです。テレビドラマシリーズは続きが気になるので、1週間とか2週間、それに時間を取られるので、見始めるタイミングが難しいんですけれども、面白いドラマを見ている時間は私の人生の楽しみです。ちなみに Netflix と Disney プラスにも加入しています。ちなみにちょっと話が逸れてしまいますが、
私の自宅の庭にあるログハウスの中で75インチのテレビとドルビーサラウンドの大音量でビデオを見ています。都会と違って隣の家までは音が届かないので苦情はありません。ちなみにテレビのアンテナはありません。NHK をぶってやめておきましょう。ちなみに庭まで Wi-Fi をメッシュでつないでいるんですけれども、 Wi-Fi の規格というか技術の進歩はずっと続いていますね。たまに確認するとすっごいことになっています。パソコンの進化よりも Wi-Fi の進化の方がすごいと感じます。テレビには Amazon スティックをつけてたんですけれども、プレステ5で見た方が動画の映像は綺麗だと思います。ということで話を戻しますね。パーソン・オブ・インテレスト POI の自己評価についてです。これは自分自身の能力や性格、価値観などを評価する質問を行ったりするようです。それについて特定の期間にわたっての変化をスコアで示しています。今回のグラフは学習障害のある中高生が対象です。学習障害というのがどのようなものかは不明ですけれども、おそらくうまく学習ができないという生徒たちだと思います。文字通りですね。そういう生徒たちに超越瞑想を教えたところ、自己評価という点での向上が見られたということです。このグラフだけですと、学習障害が治ったとか学力が向上したということではなくて、自己評価が上がったり自信が増したという結果になったようです。ちなみにこれは超越瞑想のウェブサイトに掲載されているデータです。該当ページを説明欄に掲載しておきますね。では次のデータです。こちらです。これは自主性の向上についてです。TMCD プログラムを学んだ生徒は9ヶ月の間に自主性が向上していることが分かりました。TMCD プログラムというのは超越瞑想の上級テクニックの一つです。上級テクニックについてはそのうちに動画を作るかもしれません。さて、この研究では自由回答式の面接を通して被験者に人生で重視している経験について表現してもらって、第三者の面接官がそれに対して評価を行ったそうです。自主性っていうのはこの面接で測定されたいろいろな側面の一つとのことです。元のデータを見ていないので何とも言えませんけれども、自己充足、自己依存、行動の自由さ、独立心および状況把握力に関する報告結果から評価されたそうです。一般的に自主性の向上というと、自分の行動や決定によって物事が変わるという自覚をしたり、自分から目標を設定したり、誰かに言われなくても率先して行動するという感じですね。経験的には超越瞑想を行うことで心がすっきりして自分のやりたいことが明確になるということがありますので、自主性が向上するということはあると思います。はい、以上ですね。研究データをいろいろと紹介させていただきました。さて、ここで重要でもないかもしれませんけれども、お知らせをさせていただきたいと思います。実はですね、私、議員の選挙に再び三度合格させていただきました。ありがとうございます。で、今までも議員の活動の合間に、仕事もしてるんですけども、動画の撮影をしていたんですけれども、ちょっとですね、議会の活動が多分、3期目で忙しくなりますので、動画の撮影ができないかなって思ってるんですね。で、しかもですね、この動画の撮影と編集をやっていただいている金さん、子供がいよいよ生まれます。それなので産休に入ります。もしかすると1ヶ月に1本を目標に動画を作るかもしれません。もしかすると1年か2年お休みさせていただくかもしれません。多分無理をすればできるかもしれないんですけれども、やはりお子さんができてしっかりと優しく楽しく子育てをしていただきたいと思っています。それとですね、ショート動画も不定期でアップしていこうと思いますので、
引き続きよろしくお願いいたします。でこの本ですね、ぜひ購入して読んでいただいて、なおかつ私の動画を見ていただけるととても楽しめると思います。それともう少しお話ししたいんですけども、このバガバットギーターですね。本当はこのバガバットギーターをメインにこの話だけを動画で解説していこうと思ってたんですけれども、やはりですね、超越瞑想の基本的な話もしたいと思って、こちらの話も動画たくさん撮りました。まだまだですね、言いたいこと半分も言ってないかもしれないです。もっともっと動画撮影したいんですけれども、ちょっとお休みさせていただきたいと思います。それでですね、多分時間はまだ取れると思いますので、個人チェッキングとか、あるいは何かイベントですね、そういうものは引き続き行っていけると思っております。そういうわけで過去動画もぜひご覧になっていただきたいと思います。あとコメント欄にできれば応援メッセージもいただけると嬉しいです。あとは、チャンネル登録も引き続きお願いします。動画へのいいねももしよければお願いします。皆様のためにこれからも一生懸命活躍していこうと思います。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。ジャイグルです。